運動すると子供の成績が上がるって本当なんですか？海馬の神経細胞、新しい細胞が生まれるんですか？そうなんですよ。年齢上がっても記憶力が上がるってこと？そうです自己肯定感が高い人はどういう考え方をするかというと、なんですよね。30代40代がチャンスですね。そうですね。こんにちは、白川隆です。皆さん、運動すると子供の成績が上がるって聞いたことありますか？今日は脳科学の第一人者の先生にお話聞いていきたいと思います。東北大学加齢医学研究所教授、滝康之先生です。よろしくお願いします。滝先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お会いできて光栄です。いえ、こちらこそお会いできて光栄でございます。先生、いろいろとお話をお伺いする前に、はい加齢医学研究所ってどんな研究されてるんですか？そうですね。私たちは脳というところに結構着目をしてまして、もうその子どもたちの脳というのはどうやって発達をしていくのか、そして私たち大人の脳というのはどうやって加齢をしていくのか。で、この脳の発達や加齢に例えばどういう生活習慣が重要か、あるいは例えばその将来の認知症リスクを下げるにはどうしたらいいか、脳の MRI というその病院に行って撮るような脳の画像とか生活習慣とか、いわゆる考えたり判断したり記憶する認知機能といいますか、こういうものを全部取って、そしてデータベース化してそういう脳の発達加齢認知症予防というのを見ております。先生、やっぱもう人生100年時代と言われている中で、本当これから脳の研究ってすごい大事ですよね。そうですね。これからは本当に私たちが体も健康であることが大事なんですけど、脳をいかに健康に保つかっていうのはすっごい大事になります。私も子どもの塾生たくさん、何百人と教えてるんですけど、保護者の方もすごい気になる質問があって、運動すると子どもの成績が上がるって本当なんですか？そうですね。そのような研究は実は結構出てるんですよ。ちょっとびっくりですよね。なかなか運動すると成績が上がるって、なんか勉強の時間減ってしまうんじゃないかって心配すると思うんですけど。そうですね。でも一方で、例えばこの部活を中高でやってた人が、部活終わったら一気にアクセル踏んでガーッといっていい大学に行くとか、運動やってる人って成績が良かったり、いろんなことを堂々とやっていたり、やっぱり運動って実は結構脳にとっていい効果があるんですよ。そうなんですか。じゃあ脳科学的に見ても成績が良くなる。そうなんですよ。で、なんでじゃあそんなことが起きるのかというのを少しお話をすると、私たちの脳には海馬と呼ばれる、ここは記憶に関わる脳の領域で、私たちが例えば考えたり判断をしたり、いろんなことを新しいものを作り出すとか、そういう時っていうのはやっぱり記憶がまず土台になるわけですよ。私たちが運動、特に有酸素運動をすることで、この海馬の機能が高まると。ということは海馬の機能が高まる、記憶力が良くなるから成績が上がるってことなんです。その通りなんです。で、もう一つあるんです。私たち例えば不安とかストレスとかで脳の扁桃体と呼ばれる領域があって、そこは活動しすぎるんですよ。でも運動するとその扁桃体と呼ばれる不安でより活動する、こういう活動をですね、抑えてくれるんですよ。だからストレスレベルが下がるんですよ。最高ですね。そしたら運動すると、記憶力も良くなるだけじゃなくて、ストレスレベルも下がる。だから運動も100でやって1がないんですよ。じゃあ先生、極端に言うと、じゃあもう稽古している人はもう脳トレになってるってことですね。いや、全くその通りです。しかも心も穏やかになる。もういいこと尽くしですね。そうですね。でも今学校でも運動がどうしても軽視されてないですか？そうですね。体育の授業が減っていたり、あるいは運動のクラブに入るよりも学習塾に行こうっていうような風潮が世の中あるじゃないですか。そうですね。例えばスポーツの世界でも芸術の世界でも何でもそうなんですけど、どんどんレベルが高くなってくるから、やらざるを得ないという状況は確かにあるんです。ただからといって例えば塾だけに行くとか何かだけするよりは、運動と組み合わせればおそらく相乗効果になると思います。運動プラス学習塾両方行くとさらに効果が上がる。確実にいいです。もう私も日々ずっともう子供の頃からずっと運動してるんですけど、やっぱり運動してた方が間違いなく成績が上がります。そうなんだ。もうぜひね、運動していただきたいですね。運動本当にいいです。運動すると脳が若返るって聞いたんですけど、それ本当なんですか？それもまさにその通りで、若返るというところをもうちょっと科学的なお話をすると、さっき言ったその記憶に関わる海馬と呼ばれる領域は加齢とともにゆっくり萎縮をしていきます。ところが運動の中で特に有酸素運動をすると、海馬の神経細胞が新しく生まれる神経新生というものが起きるということが言われています。新しい細胞が生まれるんですか？そうなんです。脳っていうのは基本的に生まれてからは、脳の中で新しい細胞は脳細胞は生まれないと言われてるんですが、海馬だけは別で生まれるというそういう研究結果の方が多いんです。年齢重ねても、例えば60代、70代、80代の人が運動しても新しい
細胞がおそら生まれるくそうなるだろうということが今かなりメジャーな考え方で、はい、しかも単に神経細胞が新しく生まれるだけじゃなくて、はい、それによって記憶力も上がるということも言われています。年齢上がっても記憶力が上がる。そうですそうです。少なくとも下がるのを抑える方向に行くとか、はい、研究によっては少し上がるというのがありますので、特に60代70代になると、やっぱり関節とか心肺機能にちょっといろいろ問題を抱えていらっしゃる方々も多いので、はいはい、無理なことはしちゃいけないんですよ。でも逆にちょっと早く歩く、上りをちょっと階段を使うとか、はい、無理のない範囲で少しちょっと心拍数を上げるぐらい、はい、ちょっと体に負担かけない程度で上がる、はい、そうですそうです、そういう超低強度の運動でもやらないより圧倒的にいいと言われてます。ちょっと今日の運動とは外れるんですけど、会話っていうのも実は大事で、はい、先生のようにいろんな道場でいろんな方々がいらっしゃって、はい、あと先生いろんな方々とコミュニケーションしていらっしゃるじゃないですか、はい、これもすごくいいんですよ。特に合気道って老若男女いろんな方ができるので、本当職業の枠を超えてきたり、あと男女、老若男女の方が来るので、その中でのコミュニケーションもじゃあ脳科学的にもいいですね。すごくいいと思います。もう最高だと思います。いいですね。はい、運動って言ってもたくさんの種類あるんですけど、はいはい、どんな運動されてるんですか？私は基本的には筋トレが大好きなんで、はい、腕立て、腹筋、背筋、スクワットを大体1日100回ずつぐらいやってどうしてもジムに行って何かやろうとするとハードルがちょっと上がるじゃないですか。めちゃめちゃ上がりますよね。はい、でその中においてやっぱり日々の生活の中で取り入れるとしたら、もうちょっと早く歩く、階段を使う、人いなかったら一段飛ばし、もっといなかったら走るみたいな日常の中でちょっとした運動を取り入れていく、そうです。健康だけじゃなくて脳にもいいっていうとモチベーション上がりますよね。その通りなんです。私もやっぱり歩くのが好きで、結構いろいろ稽古した後も歩くんですけど、一定のリズムを刻むって結構大事なんですよね。リズムです、はい、例えば私ドラムを叩くんですけど、ドラムをずっと数分間同じリズムで叩き続けるとか、歩くもそうじゃないですか。私もともと陸上部だったら走るもそうなんですけど、やっぱりリズムなんですよね。例えば合気道で音楽をかけながらやるっていうのは本当はいいことなんですか？そのスポーツに応じたものっていうのは確かにあるかと思いますし、合気道はそのリズムを取らないというのが、そうなんです。基本的にリズム取らないんですよ。自分の気配を消したり相手に気づかせないので、こうやってスポーツとか格闘技とかリズムを取らないで、むしろスッと気持ちと体を沈めていくっていうんですよ。でもそれはある意味リズムを取らなくてもそれができるのが一番なんですよ。私たちはそういうことが普段もなかなか多くの方できないじゃないですか。私もそうですけど、だからリズムを取ることで何かその雑念を取り除いていって、無の境地とは言いませんけども、少しストレスレベルを下げていくんですけど、それをやっぱり武道で合気道でもしリズムを取らずにできれば、それはすごく素晴らしいことだと思います。そうなんです。はい。運動すると自己肯定感が上がる、そうですね。そう言われてます。私たちって人生そのものにおいても、実は自己肯定感って学業成績とかいろんなところに効いてくるんですよ。じゃあそれをどうやって高めるかというような研究があるんですけど、人よりもちょっとできるものがあるっていうのってすごいいいじゃないですか。例えば勉強できなくても学校で足が速かったり、このスポーツが得意っていうとなんか自信があって自己肯定感が上がるっていうようなイメージはあります。私たちって全てにおいてなんか頭も良くて一番でかっこよくて、そして運動もできて何とかもできてって、そんなにいるわけじゃないじゃないですか。なかなかいないですよね。でもやっぱり自分はちょっと足が速いとか、自分はちょっと例えば野球が上手とか、なんか投げる球が速いとか、なんかちょっとした何かそういうのがあると、勉強とかとはまた違う軸での自分を評価できるっていうのがあるじゃないですか。なんかやっぱりいろんな、例えば合気道なんかすごいマニアックなので、多分合気道とかやってる人は自己肯定感高い人が多いと思うんですよ。っていうのは他と全く違うじゃないですか。なかなか子供とか大人でも合気道やってるよって人いないので、結構オリジナリティがあるので、結構自信になるのかなっていう思いがあるんですよ。あとは一言で言うとかっこいい。かっこいい。かっこいいっても大事です。大事です大事です。めちゃくちゃ大事です。自分自身に自信持ってるというか、かっこいい、何かかっこいいものがあるっていうのもいいですね。おっしゃる通りです。しかもそれがなんか人とあまり被らないと、また競争しなくていいじゃないですか。やっぱりサッカーとか野球だと競技人口がものすごく多いから、やっぱり自分結構得意だって言ってもやっぱりすっごい人いくらでもいいじゃないですか。合気道って競争がないですよ。試合がないので、相手と比べなくていいので、それもじゃあ自己肯定感が上がる理由になるんですよ。めちゃくちゃいいと思います。やっぱり人っていうのはどういう時に自己肯定感が下がるかというと、人と比べた時なんですよ。で一方で自己肯定感が高い人はどういう考え方をするかというと、ナンバーワンよりオンリーワンなんですよね。ナンバーワン
はい人と比べなければいけないこのいわゆる競争コンペティションとか、この競争があるとどうしても勝ち負けてるじゃないですか。ところがそうではなくて、相手の方のことを考えながら一緒にこう例えば伸びていくような、そういうものだと自分は誰々より強いとか弱いとかじゃなくて、こう一緒に伸びていくみたいな。かっこよくて、じゃあ比べることをしない合気道は脳にいい。いやもう私はもう自己肯定感上げるのが本当にいいと思います。本当先生から聞いたんですけど、私も確かに自己肯定感高いから、はいはいはい、それやっぱ合気道効果なんですよ。やっぱそういうのはあると思います。やっぱり先生は本当にこういろんなところでこう超一流の方々をお相手にされて、そしてやっぱりその世界でもう本当にもうトップオブトップスで先生いらっしゃるから、もうまさにオンリーワンとしてもうご活躍されていらっしゃるお姿を見ると、もう多分下がりようがないんじゃないかな。本当ですか？下がりもう嬉しい。いやいやいや、でも本当にそう思いました。はい。これから稽古続けていけばもう自己肯定感上がって下がりようがない。いや私じゃあもう80ぐらいまで続ければもう自己肯定感さらに上がっていく。もう幸せな。もう先生もう一生続けますけど。自己肯定感とか主観的幸福感っていうのは大体やっぱりいろんな研究があるんですけど、30代40代50代が一番低いって言われてるんですよ。下がりますよね。でもね、どうしても例えば子育てとか、例えばお子さんがいらっしゃる方は子育てだったり、あるいは中間管理職みたいなところだったりとか、だからこういう時期にみんなでやると、じゃあもう下がってくる30代40代がチャンスですね。そうですね。今回その合気道というものを知った時に、なんか全然違うベクトルだなと思ってびっくりしたんですよ。合気道って試合がないので、ちょっとこう今の時代から評価されないので、結構人気落ちてきてるんですけど、先生のお話を聞いて、やっぱベクトルが違くて、自己肯定感が高まったり、こう自分自身がこう幸せになれるんだったら、やっぱまた違う道として合気道の価値がこれからの時代ますます高まるからと思いました。全くそうだと思います。どうしても戦うと勝ち負けじゃないですか。勝ち負けというのは結局さっきのナンバーワンを目指さなきゃいけない。そうすると強くなってもこう幸せというか満たされない満たされないっていうことできます。そうなんです。なんかよく言われるその幸せっていうのは遠い先にあってこう登っていくものというよりは、日々のこう小さなことから幸せをこう感じることこそが幸せに行く近道だと言われていて、そう考えると戦ってもっといくぞみたいにやってると、多分いつまでたってもそれはなかなか幸せっていうのはもちろん人によってはそうなのかもしれないんですけど、簡単にはたどり着きにくい可能性もあるので、じゃあやっぱり勝敗がないこう、例えばダンスとかもだからすごいいいですよね。ダンスもいいでしょうね。勝敗がないスポーツをするとやっぱり幸福感が高まるってことですか？それはあるでしょうね。あともう一つ、幸せ幸福感を高めるには利他的行動っていうのがあるんですよ。利他的行動、誰かのためにちょっと何かをするっていうのは、実は自分の幸福感を高めることが分かったんですよ。そうなんですよ。ボランティア活動とか相手に席を譲るってことは相手のためにもなるけど、自分のことにもなるんですよ。でそうすると、私先ほど合気道のお話を白川先生からお伺いしてると、これって結構利他的にも自分自身を高められるけど、相手を高めることにもサポートするわけじゃないですか。これこそ結構利他的行動でもあるなと思って。利他的行動たくさん合気道やってますね。確かに。だからなんかこう戦うだけじゃない、戦うというベクトルもあるかもしれないけど、こうやってこう共感性を高める、自己肯定感を高める、主観的効果を高めるという観点で、私はすごくいいなと思いました。今世の中いじめって結構昔からですけど多いじゃないですか。今も聞きますよね。なんか昔と違って、こうなんかもう陰湿がそうですよね。もうそういう陰湿なものもそうだし、もっと物理的ないじめもそうだし、なんか私はやっぱり多くの方々が武道をやれば、技術を得得して強い人はもう自分強いからといってここで自分が何かやっちゃうとこう相手を傷つけちゃうという気持ちになるじゃないですか。だからそれで強くなった方は相手を傷つけない。そしていじめられてた人もそうやってトレーニングを積んで強くなっていくと、自分やるとこいつに勝っちゃうからみたいな感じで、やっぱりこう心の余裕ができると、なんかそれがこうやっぱり子供の自殺とかそういう痛ましい方向からずっと外れてくるんじゃないかと思って。本当それ先生おっしゃる通りで、昔の昭和って子供たちが遊びの中で相撲だったり、こう相手と取っ組み合う機会っていっぱいあったじゃないですか。あともっと武道人口、例えば柔道なんてものすごい人口いたんですよ。だから武道とかこう接触するものがたくさんあったので、実際にもちろんいじめもあったんですけども、こう組み合うことでやっぱり優しいお兄ちゃんとか優しい先輩とかたくさんいたじゃないですか。今ってリアルに組み合う機会なんですよ。組み合いするとか絶対子供の時そういう大事な機会だと思うんですよ。そういうところがないから人に対する優しさがない、痛みが分からない、そう痛みが分からない子が多いと思うんですね。
体育の授業ではい子供の時やってほしいですよね。そうですね。小学校のはいはい。海外行くと、はいもう日本って武道すごいよねとか、はいはいはいもうみんな空手やってるの柔道やってるのとか、うん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 あと黒い持ってることにすごい尊敬の念があったりするんですけど、はいはいはい。あとフランスだったら、はい結構国が武道をこう補助してたりするんですよ、うんもっとやるようにみたいな。はいはいはい。でも日本は、はいなかなかこう理解がなくて、結構なるほど。もう日本の伝統のはい本当に文化だと思うんですよ、武道って、はいそうすると日本人自身も、うん日本から生まれてきた武道で、自分は日本人で武道をやってるよっていう、はい、それだけでも自信になる、アイデンティティである、アイデンティティ、そうなんですよ、はいはい、アイデンティティもなりますし、うん自信になるので、うん自己肯定感が高まるだけでなくて、さらに相手に対する優しさ、そうですね、稽古の中で疑似で投げ合ったり、はいね、するので、はい、実際気持ちも体も強くなって、はいはい、本当にいいと思うんですけどね。そうですね。人ってやっぱり強いとかかっこいいっていうのは言ってしまうと根源的な生物としての根源的なあれがあるじゃないですか。根源に持ってるものですもんね。そうです。強いとやっぱり負けない、あるいはかっこいいと、まあモテると言ったら変ですけど、まあ、人気が出るとか、やっぱり人ってやっぱそういうのってあるじゃないですか。根源的な、はい、そう考えた時にもう武道っていうのはまさにそこにもうダイレクトにこの強いっていうところに。確かに、はい、でも先生、それって女性でもそうなんですか。例えば女性でも強いとかかっこいいっていうのは大事になるんですかね。おそらく美しいという方向に行きますよね。やっぱりこう体がすごくこうなんていうんですか、もう姿勢とか、あと体幹が鍛えられたりすると立ち姿とかすごく美しくなるんですか。男性は強くてはいかっこいいことがいい、で女性は美しくてかっこいいことがいい。そうですね、そうですね、はい、そしてやっぱり女性の方々も何かあった時に対応ができるというのは多分ものすごく大きいと思うんですよね。そしてさらにやっぱりこう男性もそうだと思うんですけど、やっぱりこう姿勢が良くなると若々しく見えるじゃないですか。そうですね、姿勢ですもんね。なんかそうするとなんかこうやっぱり人っていうのは見た目も大事なので、そういう時に自分に自信が持てるとまたこれで自己肯定感、主観的効果につながっていくと思いますね。幸せというものを学術的に言うと主観的幸福感、つまり傍から見てどうかじゃなくて自分自身が日々楽しいとか幸せと感じる、このためには何が大事かというと、ちょっと先ほどお話したようにこう会話とか、あとはその利他的な行動、他にも例えば昔を思い出す懐かしいとかノスタルジー、懐かしいっていうのもやっぱそうなんですね。大事なんです。すごく大事なんです。そうなんですね。やっぱりどうしても懐かしくて、初期の平成とか昭和とかだと見たくなりますよね。昔の音楽とか聴きたくなりますよね。そうなんですね。それめちゃくちゃいいんですよ。脳の中でドーパミンという報酬系にかかるホルモンが出るんですよ。だから私たち実はノスタルジーの研究もかなりやっていて、ノスタルジーを見ると、じゃあちょっと幸せなことになるんですね。そうなんですよ。それが結局私たち幸せという感情をジャッキするということが考えてそうなんですね。私も実はスーパーノスタルジー好きで。ノスタルジーどうしてもなっちゃいますよね。なりますよ。昔の音楽聴いて、昔の車乗って、もう昔食べた食べでもそれはでも幸せにつながっていくんです。その通りです。あまりにもノスタルジーにやっていくと新しい情報入んないので、ちょっと脳に悪いかなと思ったら逆なんですよ。私たちが昔のことを考えていると、実は未来のプランニングに関わる能力がどっちもオーバーラップしてるんですよ。昔のことを考えてると実は結構将来のプランニングにもつながる。私結構もう研究とかビジネスとかも最先端のことを常に考えてるんですけど、頭の中9割ノスタルジーです。なんかノスタルジーにでもハマりやすいですよ、人間は。でもそれは幸せに向かっていいことなんです。その通りなんです。後ろ向きのネガティブな行動じゃなくて、実は前向きの幸せな行動です。そうなんですね。ちょっとじゃあノスタルジーどんどんハマっていきたいと。そうですね。もう武道をかけるノスタルジー、健康みたいな。あとしっかり寝るっていうのも大事だと。しっかりやっぱ睡眠も最近言われてますよね。そうです。睡眠すごい大事です。そうなんですね。じゃあいっぱい運動してノスタルジーやっていっぱい睡眠取ればもうそれだけで幸福感上がるってこと。そしてこう武道で相手を思いやりながらコミュニケーション、コミュニケーションも取らないといけない。そうです。はい。でもやっぱり幸せになる要素の一つとしてやっぱ運動が大事。そうですね。はい。自分自身を幸せになろうって考えるのは難しいんですけど、これを運動をしたり会話をしたり利他的な行動をしたりノスタルジーのことを考えたり、そういういろんなことの積み重ねが結果的に私たちの感情としての幸せというものを呼び起こすと考えます。はい。やっぱり運動にはそれだけ深い効果があったんですね。ただ運動するだけ、やっぱりこう運動にも種類があるので、やっぱ相手を思いやりながらする運動だったりすると幸福が高まる。すごくよりいいでしょうね。今日は先生貴重なお話を聞かせてありがとうございます。こちらこそどうもありがとうございます。ますますこう運動のモチベーションが上がりましたね。私も話してて自分もまたそうですね。
ぜひね視聴者の皆さんもこう軽いウォーキングだけでもいいですもんね。そうですね。ウォーキングだけでもいいので、もう脳科学的に見ても運動するとストレスレベルが下がるし幸せになるっていうことなんですね。頭も良くなります。頭も良くなるいいこと尽くしだそうでねぜひ皆さん運動してみてください。先生今日はありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。美しい合気道のすべてがここに。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。合気道の美しい動き。書籍美しい合気道。